こんにちは、えりこです。いつも私のチャンネル見てくれてありがとうございます。今日の動画ではシンプルに夕日ポートレートでの撮影方法の話をします。ぜひ最後まで見てくれたら嬉しいです。ではスタート。OK。もし私のチャンネルを初めて見ている方だったら、ぜひ下の赤いチャンネル登録ボタンを押してくれたら、きっとこれからもカメラの動画をいろいろアップするので、ぜひフォローしてくれたらめっちゃ嬉しいです。では今日は夕日ポートレートの話をします。シンプルに夕日ポートレートを一灯で撮る方法の話を少しします。そしてそれでもいくつかのバリエーションの作り方とかの話をします。まず大体私がストロボ1灯を使う時には、ほとんどの場合最初は斜め45度ぐらいに入れるのが多いです。そして夕日で撮る時には大体太陽は後ろの方に下がることが多いんですよね。被写体の後ろの方に下がるっていうことは、大体もしストロボがなければ被写体自体がブラックボックスに近い状態になっていることで大体撮りたいってことは、大体こんな感じです。いつも被写体を撮るときにはなるべく被写体をブラックボックス状態にするのが多いです。そして被写体をブラックボックス状態にすると、結局自由に被写体の光を自分でコントロールすることはできます。自分で被写体にどんな柔らかいもしくは硬い光を作るか、そしてどんなバックライトを入れたりするか、それは完全に自分でコントロールすることはできます。そして次は背景の調整をします。背景はどれだけ明るい、どれだけ暗い、背景の露出を設定します。で、今例えばこの背景でだいたいこれぐらいの露出ではちょうどいいかなと思って、そして次はストロボを入れます。先ほど言った通りに、今ストロボはだいたい斜め45度ぐらいに入れてます。斜め45度ぐらい前からレイヤー1のところにストロボを入れて、そしてそれを使って被写体の露出を決めます。被写体の露出を自分の好きな顔の露出にします。そしてだいたい今こういうふうに撮影している時には、背景が被写体より少しアンダーの状況にしたい。つまり今背景はこれぐらいの露出ですよね。背景はこれぐらいの露出で、そして被写体がこんな感じになります。結構被写体より背景の方が若干アンダーで、そして被写体の方が明るいですよね。被写体の方が明るい。そして大体私が撮影している時に、日中シンクロを撮影している時、普通にストロボを使う時の大きなポイントは、被写体を一番明るいところにしたい。なんでかというと、写真を見てる人の目が大体一番明るいところに行くのが自然です。なので一番明るいところは写真のメインのところにしたい。つまり被写体です。なので大体夕日でポートレートを撮影する時には、まず普通に一灯で撮って被写体をブラックボックスに近い状態にして、ちなみにブラックボックスの動画も作ってあるので、その動画の URL を下の概要欄に入れるので、ぜひそれもチェックしてください。今日の動画、この場合夕日ポートレートを撮影している時には、タイプ2のブラックボックス、被写体だけをブラックボックスにして、そして背景が普通に自然な感じに映つ自分の好きな露出を決めて撮影するのが多いです。夕日でポートレートを撮影する時のホワイトバランス。ホワイトバランスはだいたいメイン光によって設定します。つまり今メイン光のストロボが、つまりこの場合にビデオライトがだいたい5600ぐらいケルビンなので、ホワイトバランスはだいたい5600で設定します。でも場合によって夕日のバック、背景の色を変えたい時がよくあります。例えば少し夕日を青くしたいとか、少し夕日を赤くしたいとか、ホワイトバランスを若干変えたい時は、前のストロボにフィルターをつけることがよくあります。例えば夕日をもうちょっと冷たい感じにしたい時には、ストロボにオレンジフィルターをつけるのが多いです。で、夕日をもうちょっとホワイトバランスを暖かくしたい時に、ストロボに青いフィルターをつけるのがよくあります。つまり青いフィルターをストロボにつけると、ケルビンでホワイトバランスを設定して、そしてカメラの中のケルビンのもうちょっと暖かい設定にします。で、もうちょっと例えば幻想的な色にしたい時、さらに赤い、さらに真っ赤な色、例えばこんな感じの写真にしたい時には、よく私がカスタムホワイトバランスを使うのがよくあります。カスタムホワイトバランスを使う時に、例えばストロボに緑フィルターをつけて、そしてカスタムホワイトバランスで設定します。
その技術をカラーシフトと言います。で、カラーシフトの別の動画もあるので、その動画も下の概要欄に入れるので、ぜひチェックしてくださいね。そして大体夕日で撮影している時にどんな機材を使おうかというと、普通に大体撮影する時にカメラ、私が 5DMark2 と 1DX を使うんですけど、レンズは大体撮りたいイメージによってレンズが変わります。今この動画を撮影しているのは 85mm の 1.8、場合によってもうちょっと 135mm とかで撮りたい時もあるし、場合によってめっちゃ広角な感じで、こんな感じで夕日を撮る時もよくあります。で、実際にどんなレンズを使うかは撮りたい写真によって変わります。そして夕日で撮る時、夕日でポートレートを撮る時に基本的に被写体がアンダー状態になっている。先ほど言った通りにこんな感じのブラックボックスになるのが多いので、だいたい光を使います。ライティングを使います。どんなライティングを使うかというと、ストロボを使います。で、私がよく使っているストロボは、そのストロボの URL も下の概要欄に入れるけど、日清の MG8000、日清の i60 もすごくコンパクトで、そしてカクタスの RF60 というストロボを使って夕日で撮影してます。そして横に、今の場合はビデオライトなんですけど、普通にストロボを使うときにこんな感じで被写体がまた明るくなったりします。そして実際にストロボのアングルをコントロールすることによってまた全然イメージが変わります。そしてもう一つ重要なポイント、普通に夕日で撮影するときだけじゃなくて、どんなアクセサリーを使おうか、ストロボにどんなアクセサリーを使おうかもすごく重要になってきます。例えば私がよく使っているのはソフトボックスです。私がよく使っているソフトボックスはカクタスの60センチのグリッド付きのソフトボックスで、多分私の撮影の 60% ぐらいはそのソフトボックスでやってます。そしてもう一つよく使うアクセサリーはアンブレラです。アンブレラを使うことによってまたもっと柔らかい光、もっと綺麗な光を作ることもよくあります。ソフトボックスとアンブレラの違いの動画も近いうちに作るんです。またその動画ができた時にこの動画の概要欄にも URL を入れます。 OK、 今日も最後まで見てくれてありがとうございます。そして今日の動画で何か役に立つポイントがあれば、ぜひ下のイエーイボタンを押してくれたらめっちゃ嬉しいです。で、これからもいろんなカメラに関する動画アップするので、ぜひ下のチャンネル登録ボタンもしてくださいね。ではまた次の動画で会いましょう。いりこでした。バイバイ。夕日を消します。